このセマリッサーセレイデ・デウガード・ロペス？え？オイハブラレモス・デ・セレイネ・デウガード・ロペス。ハセウナス・セマナス、スビーウンビディオ・デ・セレイネ・エンエステカノイこらいい加減日本語で喋れや。というわけで今回は、前に上げた動画のコメントに、本場メキシコ人から興味深いコメントがたくさん寄せられていたので、紹介していきます。ようやく普通に始まったよ。というわけでまずはセレイネ・デルガード・ロペスについておさらいしよう。セレイネ・デルガード・ロペスとはメキシコの行方不明者の名前で、メキシコ国内の行方不明者捜索番組で、なんと30年以上もの間番組内で捜索されていて、しかも未だに見つかっていないというのが、今のところ私が手に入れてる情報ね。この顔、怖いぜ。この人物が30年間も行方不明って考えると、さらに怖みを増してくるぜ。だけど実はこの顔の人物がセレイネというわけではないの。どういうことなんだ？とりあえず、当時メキシコ国内で発生したとされる放送事故の映像を見てほしいわ。うわぁ、その時点でもう怖い。それでは映像をご覧ください。Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. .以上が実際に放送されたと言われている映像よ。ひえー、恐ろしい。つまり最初に映っていた女性がセレイネで、これは放送事故で一瞬映った人の画像ということだな。そういうことになるわ。でも正直、実際の放送映像という割には顔写真の解像度がちょっと違う気がするな。その話も含めて、今回はメキシコの方々から届いた興味深いコメントを紹介していくわ。そもそも前に上げたセレイネから逃げる動画の再生数の2割が海外からで、しかも、1500を超えるコメントの約1割が英語やスペイン語のコメントなのよね。おーすごい、国際的な動画じゃないか。その中にあったコメントのうちの一つが、さて、日本の友人に話しましょう。メキシコには、行方不明者の写真や情報を掲載したコマーシャルを放映するテレビチャンネルがあります。このチャンネルは子供専用であり、子供たちの邪魔をしているため、これは奇妙なことでした。セリーン・デルガドは9年連続で見せたもので、彼女の写真は非常に虐待されていて、彼らはそれを見つけることができませんでした。メキシコ政府がセリーンの顔を記録するための実験だったという人もいます。セリーンの顔は非常に一般的であり、メキシコでは誘拐が非常に一般的であるため、失踪を避けるために行われてたと思われるため、私のメキシコからの挨拶でした。いくつか日本語がおかしなところがあるけど、要約すると、メキシコには、CM 中に行方不明者情報を流すチャンネルがあって、セレイネが出ていたのはその CM 内であること。セレイネは実際には9年間その CM に出続けていたけど、画像の画質が悪かったためか、ついに見つからなかったこと。そして、セレイネの顔は一般メキシコ人女性に非常に似ているため、誘拐が非常に多いメキシコで、政府が失踪防止のために作った作り物の可能性があること。失踪防止のための作り物？どういうことだ？私も色々考えたんだけど、いまいち理解できなかったわ。そして1と2の情報だけど、これらをさらに補足するような別の人からのコメントもあったわ。こんにちは友達、私はメキシコ人です。はい、私もチャンネル5を見て育ちました。彼らが行方不明者のためのサービスを放送した時、それ自体が不快なものだったことを覚えています。これは真夜中に起こったので、なるほど、その CM はチャンネル5というチャンネル内で真夜中に放送されていたんだな。ちなみにそのチャンネル、カナル5についての情報も調べてみたわ。おお、本当にあるチャンネルだ。そして、下の放送番組欄を見るに子供向けの番組を放送する曲みたいだな。いくら真夜中とはいえ、子供向けのテレビであれが流れるのは怖すぎるわよね。スポンジボブを冷やかしながら見ていたら、いきなりこんな話が飛び出してきて、本当に怖かった。セリーン・デルガドという人物は実在しないかもしれないが、その番組はリアルでドライだった。原文がスペイン語だったので、ディープ L を使って機械翻訳をしてあるわ。スポンジボブを見てる途中にあれが流れるとか、二度とスポンジボブ見れなくなるだろ。
セリーヌは CM に登場し続けましたが、彼女は発見されず、テレビで放映された彼女の写真がいくつかあります。さっきのビデオはそれらの一つであり、悪夢を引き起こしたことで最も記憶に残っているものです。あれを見ると悪夢を引き起こしてしまうのか？いよいよ本格的に都市伝説味を増してきたわね。メキシコ出身の真実のセリーヌ・デルガドは、2001年以来、一度も見つかってない。真実、というより実際は、の言い回しが正しいと思うけど、2001年からってことは、実際に放送された期間は2001年から2010年の9年間ということだな。まるで探偵の捜索のように、情報と情報が繋がってきてるわ。この女性の顔については別の説もあり、セレーネは存在しなかったが、見つからなかった全ての行方不明者へのささやかな賛辞として、作られた名前と顔だと言われています。見つからなかった全ての行方不明者への賛辞？さっきの政府の失踪防止説もわからなかったが、これはさらにわからないぜ。セレーネにまつわる現地からの様々なコメントを読んできたけど、次が最後のコメントよ。最後という割には大量にコメントがあるな。返答が10件以上続いてるコメントなんだけど、なんと完全にスペイン語のコメントにもかかわらず、高評価が172個もついてるわ。うげえ、すごい盛り上がってるな。それだけ多くのメキシコ人が見てるんだな。このスレッドから一部のコメントを抜粋して紹介するわ。これがメキシコから生まれ、ラテンアメリカへ、そしてヒスパニック系全体に広がり、スペイン語を話さない人でも知ってるほどになっているなんて、信じられません。なるほど。日本で言えばこっくりさんやトイレの花子さんが海外で流行るみたいなもんだな。インターネットの拡散力たるやすごいものがあるわ。しかし、このビデオとこのセリーヌの件と何の関係があるのか理解できないですが。セレーネとあの映像に何の関係があるか理解できないって。あれがセレーネが出た CM の映像じゃないのか？それに対する返答が、誰かがセリーヌの広告に警察の肖像画のビデオ画像を重ね合わせ、多くの人が実際に見たという噂を広めたこと、これは嘘です。したがって、あなたが見ている顔は、セリーヌ・デルガードと間違って認識されています。つまり、この放送事故の映像に一瞬出てくる怖い顔画像。やっぱり合成だったのか？そして多くの人が実際に見ているという噂は全て嘘だった。ってことは、今までのメキシコからのコメントも全て嘘だった？おい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 。なんだよ。もしかして私たちさっきからずっとメキシコのネット民にもてあそばれてたのか？日本でいうところの鮫島事件みたいに存在しない事件をあたかも存在するように語り、それを真剣に信じ込んでビビってるバカな日本人 YouTuber、私を、海外の2チャンネルで監視しながら小馬鹿にしてもてあそんでいたのか？マリサ、真実を言っていいか？なんだよ、言ってくれ。まったくもってその通りで。じゃあ嘘だよバーカ。え？お前のリアクションがあんまりにもおかしいから嘘ついただけ。ここで言うところの嘘の噂は、この怖い画像が一瞬映る放送事故を見た人がいる、という噂が嘘って意味であって、セレーネをカナル5で真夜中に見た、という噂が嘘っていう意味ではないの。そもそもこんだけコメントあるのに、それ自体を否定する人は一人もいなかったわ。ああ、なんだ、そういうこと。マンコ。そして最後のコメントによると、その怖い顔の人物はデリック、トッド、リーというらしいわ。そしてこれが本人の顔画像。あれ？全然違くないか？あの怖い顔とちっとも似てないぞ。下の情報にもある通り、彼はアメリカの大量殺人鬼で当時警察から指名手配されていたわ。そして当時、その指名手配に使われた似顔絵がこれよ。こけこっこ、っていうか全然似てねえんだけど、こんなにでも似つかねえバケモンの似顔絵出したところで犯人捕まるわけねえだろバーカ。この似顔絵公開直後犯人捕まりました。捕まったんかい。ほなええわ。というわけでここまでの情報をおさらいすると、ほぼ確定要素。当時カナル5という子供向けチャンネルで、CM 中に行方不明者情報が流れていた。セレーネは2001年から2010年の9年間、CM に出続けたがついに見つからなかった。放送事故映像は偽物で、途中で出てくる怖い顔は殺人鬼の指名手配に使われた似顔絵写真。噂に過ぎない不確定要素。
セレーネを CM 中に見ると悪夢にうなされる可能性がある。セレーネの顔は一般的なメキシコ人女性の顔に非常に似ているので、政府が失踪防止に作った作り物の可能性がある。メキシコでは非常に誘拐が多いため、見つからなかった全行方不明者への賛辞として、作られた架空の人物の可能性がある。結局セレーネは本当に行方不明になった女性なのか、それとも作られた架空の人物かわからないな。でも私には一つの考察があるわ。そもそもセレーネが知られたのは、子供向けチャンネルの CM 中の行方不明者情報でしょ？そうだな。子供たちが楽しくスポンジボブを見てる時間に、あんな不気味な CM を流すのは、あえて意図的に、子供たちにトラウマを植え付けてるように思えるわ。さらに、たかがメキシコのテレビで何回か出た女性の名前が、海を越えて世界中に広がるなんて、ありえないことだわ。自然にこんなに広がるのはありえない、誰かがそう仕向けない限りね。極めつけには、ここに出てくる、政府の実験、というワード。意図的に植え付けられた情報、意図的に拡散された情報、政府の実験。やばいまた変な話が始まる。これらが導き出す結論は、たった一つ。セレーネ・デルガード・ロペス CIA の任務拡散実験説。第二次世界大戦後アメリカは大量の兵士を動かさずに戦争に勝つ方法を模索していた。そして冷戦時代に生み出した方法が CIA による暗殺や政権撤退勢力への支援活動だった。しかしそのどれもが完全なる失敗に終わった。カストロは最後まで殺せなかったしイラクではそれが裏目に出て結果的にテロリストを育ててしまった。アメリカ最大の諜報機関と尊敬されていた CIA もその頭文字を取って、いてもいなくても変わらない、アホ集団、と言われるまでになってしまった。事態を重く見た合衆国政府は従来の CIA の体制を一変、情報を主戦場とするようになった。そしてそこで練られた作戦こそが、インターネットを通じた任務拡散による全人類の洗脳作戦なのだ。お前頭おかしいよ。やっち全然、その全てを説明しよう。任務拡散による洗脳作戦自体はネットの普及が始まった90年代から CIA 内部で構想されていた。インターネットというのは国境を越えて世界中に繋がっている。すなわちうまく使えば英語圏以外の人々にも影響を与えられる可能性が大きいのだ。ここで作戦に対して設定された条件の一つが、ミームは簡単な言葉でなおかつ視覚的にわかりやすいこと。そしてインターネット最大の弊害が全てのデータ発信の根源をたどれてしまうということ。つまりどんな情報であろうとも政府関係者が発信してしまうと最終的には作戦がバレてしまう。そこで作戦に課せられた条件の2つ目。ミームの発信源はインターネット外でなくてはならず、なおかつ人々が拡散したくなるもの。セレーネ・デルガード・ロペスについてもう一回よく考え直せ。簡単なスペイン語の単語、思わず覚えたくなる言い回し。誰でも見た瞬間思わず詳しく知りたくなる顔画像。最近まで私の動画なんて再生数1万いけば万々歳の抜刀斎だったのに、セレーネの動画上げた瞬間2週間で再生数75万超え、その流れ玉で他の動画も軒並み10万超え、最初はただのメキシコのテレビ CM だったものが今では日本でバズるまでに至ったんだぞ。これらの事実こそがセレーネの異常な情報拡散力の高さを証明している。おっぱいボイン。わざわざメキシコのテレビ CM から発信することで CIA の仕業だと分かりづらくする方法、なかなかだ。しかしただの行方不明者にしておけばいいものの雑な合成映像でバズらせたり、挙句の果てには Gmod のネクストボットを作って私がプレイするように仕向け日本でバズらせるなど、あまりにも拡散工程が雑すぎる。バカは騙せても私は騙せねえぞ。やい CIA、貴様らの作戦は全て筒抜けだ。恋マリサ、一緒に CIA 本部に乗り込んで四六時中騒音鳴らしに行くぞ。じゃあ私は家に帰るんで、お疲れ。お見事だ。その声は、誰だ？ふふ。私は、では、画面の前のみんな。ハロー、エブリワンインフロントオブスクリーン。ほら、届くフレンズやらかうから。まあまあ落ち着くたまえ、誘導されたとえここまで来れる人間はごく少数だ。類まれな才能と超高度な知能がないと、そもそもここまでたどり着けない。つまりこれ自体が一種のテストなんだ。そう、高知能を有した人間を見分けるためのテスト。CIA に入るのにふさわしい有能な人間を見分けるためのテスト。レイム君、
おめでとう。君は、CIA に合格だ。やったー。だけど彼女は今君が CIA に入ったことを知った。つまり知られたからには生かしておけない。霊夢、最初の任務だ。マリサを殺せ。ちょ何この展開。マリサを殺せだってバカ言うな。彼女は私の親友だぞ。そんなことするぐらいだったら CIA 辞めてやるよ。こんなくだらねえものマリサ以上の価値なんてない。レイムちゃん好き。CIA 入らないんだったら、僕らの顔見ちゃった君もさ、生かしておけないよね。じゃあマリサ殺します。親友とかなんか知らんけど。自分の命の方が大事でしょ。というわけでマリサ。好きあり。測ったな貴様、こうなったら両者ともに死ねうわー。吉祥、なんでいつも父がいどもの騒動に巻き込まれるんだよ私は。さっさとこんなところ脱出して家に帰るぞ家に。危ねえ。オラ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 。リロード、普段こういうことが起きた時のために AK47 突撃小銃持ってってよかったぜ。あと飛び出しスロー能力持っといてよかったぜ。備えあれば憂いなし。よし最後はスライディングで決めるぞ。おやー。よし。建物全体が警戒状態に入る前にさっさとこっから脱出するぞ。ていうか、この建物、前に一回来たことない？あんたは、第46代アメリカ合衆国大統領ジョー・バイデン。ああ、その通りだ。マリサ君、CIA の幹部を一掃してくれてありがとう。実は私は今まで CIA 幹部らの言いなりにされて、言いたくないことややりたくないことをやらされていたのだ。だが無関係な第三者である君が、彼らを一掃してくれたおかげで、晴れて私は自由の身だ。ちなみに君はもう FBI と CIA の最重要指名手配リストのトップに載ってるから、逃げるなら今のうちに逃げといた方がいいよ。なんこれマジで。何がどうなってこうなってんの。帰ろ。お家へ帰ろ。冷え。水が冷たい。